いやー、なんとか電気代を抑えたいっていうことで実験していきます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、いや皆さん寒くなりましたね。はい、かなり気温下がってきまして、私が住んでる地域でもですね、最低気温がだいたい10度を切るような日っていうのが連日続いております。で、そんな中、私このやっぱりアクアリウムとか植物っていうのを楽しんでおりまして、趣味にしているものとしては、この気温の低下っていうのは結構気になります。で、例えば植物で言いますと、こちらのアガベかなりね、数増えてきまして、だいたい100株をね、超えるぐらいの数になっております。で、このアガベは、真夏っていうより若干温度が下がった秋とか春の方が成長期と呼ばれるようなんですが、それでもね、かなり今、気温も下がってきまして、ここからは休眠期に入ってくるかなと思います。で、他にはやっぱりこのね、パキポディウムグラキリス、葉っぱもですね、この黄色に変わってきておりまして、で、だいぶね、落ちてくるような葉っぱっていうのもあります。はい。ということで、このパキポディウムグラキリスなんかはもうそろそろね、休眠期に入ってくる頃かなと思います。ただやっぱりこの気温の低下が一番気になるのがアクアリウム。特にこのお魚さんたちですよね。私が飼育しているお魚さん、基本的には熱帯魚と呼ばれる熱帯地方に住んでいるようなお魚さんたちです。で、この熱帯魚っていうのは、基本的にね、品種によっても違うんですが、だいたい28度前後ぐらい、かなりね、高い水温で生活をしているということになりますので、やはりね、気温が下がって、また水温が下がってくると、結構ね、このお魚さんたちにダメージがいってしまうという風になります。で、そうならないために、例えばね、ヒーターなんかをこの水槽の中に入れるということも可能です。で、私もですね、リビングに置いている水槽は、冬場っていうのはヒーターを入れております。ただですね、それだと結構水槽が多くなると、電気代もね、かかってくるということもありますので、私はですね、もうエアコン管理で基本的に、室温を一定に保つということをやっておりました。いや、ただこれね、結構電気代かかるんですよね。アクアリウムとか、関わらず、趣味っていうのはお金がかかるものなので、そんな野暮なこと言うなっていうのね、わかります。はい。もうそれはね、皆さんおっしゃりたいことはわかるんですが、やっぱり最近もう物価も高いですし、でも給料上がらないじゃないですか。給料上がらんしで、電気代もね、かなり高騰してきております。そんな中でね、家族からの目っていうのもね、割と冷たいものがございまして、特に電気代っていうのは、家族もね、実際目にしたりだとか、もうわかるじゃないですか。で、そうなってくると、この冬の電気代ってね、結構やばいんですよ。で、夏場のこのエアコン、冷房よりも、だいたい私の体感1.5倍ぐらいが暖房でね、かかってくるんですよ。ですので、この冬場の電気代をいかに抑えるかっていうのは、割とね、死活問題なんですよね。これ皆さん分かっていただけますかね。もうね、やっぱり家族を持つ者として、このアクアリウムを趣味としている、人にとってはね、結構これも死活問題で、なんとかね、冬場の電気代を抑えたい。そして家族の目をごまかしたいっていうのがね、ちょっと私ございまして、考えました。エアコンもヒーターも使わずにこの冬を乗り切るということをですね、私ちょっと今、実験と言いますか、はい、やっておりまして、今ね、エアコン止めてます。で、このエアコンなんですが、もう10月に入ってから、もうずっとつけてない状態です。で、それで大丈夫と思われるかもしれないですが、まずね、10月入ったぐらいって結構あったかかったんですよね。で、気温も多分20度以上全然あって、最低気温もね、15度とか、それぐらいかなり暖かい日が続いておりましたので、全然問題なかったんですよ。ただ、11月に入ってこの中盤、そしてもう12月に向かっていく中で、最低気温がね、10度を切って、5度とか、それぐらいになってきてるんですよね。でも、皆さん、このね、私の室温見てください。この室温です。27.5 度と書いてますが、実はこれね、撮影のために、このドアだいぶ開け閉めしてるんで、温度下がってるんですけど、これ撮影し始めた時はだいたい29度、30度近くありました。
でこれエアコンつけてないですからね。で、これね、温度計なんですけど、私これ Bluetooth でスマホに接続することができて、集計、今までのね、こう気温の変化っていうのを見ることができるんですね。それ見ていただくとこんな感じです。はい。この1週間、11月15日から22日にかけての1週間を計測したものです。最低気温が21.8度で、最高気温が32.3度になっております。平均が26.7度ということで、結構ちょうどいいでしょう。はい。で、ちょっとね、さすがに水木金っていうのはだいぶ下がってるんですが、外気温もこの時はね、だいぶ低くなっておりました。で、このグラフ見ていただくとちょっとね、わかることがあるんですが、若干ね、この気温が落ちているところがガクッとね、下がっているところがあるというのがわかるかと思います。で、これ詳しく見ていくと、実は、結構ですね、湿度が高いので、はい、例えば朝方にですね、私、毎日換気をしております。で、その間、結構ね、ガクッと気温が下がってるんです。ただこれはアクアリウムやってるとどうしてもね、この湿度っていうのは高くなってくるので、やっぱりね、定期的な換気っていうのは、必須です。はい。ですので、この辺はね、もうどうしても、はい、朝方っていうのは換気をして気温が下がるっていうのは、ちょっとね、これは致し方がないかなと思います。はい。ではなんでこれね、エアコンつけてないのに、この室温を保ててるのかっていう感じの話なんですが、めちゃくちゃ単純です。実は、この植物育成ライトのおかげです。はい、実はですね、私、植物育成もかなりやっておりまして、スポットライトがだいたい20台ぐらい、そして、パネルライトが6枚ですね。はい、ということで、結構ライトたくさん使っております。で、だいたいアクアリウムは8時間点灯で、植物はちょっと少なめで10時間点灯ということで、日中はですね、このライトっていうのをずっとつけた状態にしてるんです。そうなんです。実はこのライトのおかげで室温っていうのを高く保てております。はい。皆さんこれね、お分かりだと思いますが、ライトっていうのはね、結構温度持つんですよね。熱持つんですよね。これ触るとですね、触れなくなるぐらい熱くなるようなライトもあったりしまして、結構熱を持つんですよ。で、これはね、結構デメリットにもなるんですが、これをですね、私ちょっと使おうと思いまして、この熱で室温が温められるんじゃないかと思ってですね、エアコン消してたんです。で、今のところね、めちゃくちゃうまくいってます。はい。ご覧の通り、かなり、室温高く保てているので、いやー、これね、意外な効果を見つけちゃいました。はい。で、水温どうかと言いますと、これね、ちょっと ADA のものなので正確ではないんですが、だいたい26度ぐらいを保っています。これぐらいだとですね、十分、はい、熱帯魚を育てるっていう意味では、大丈夫なね、温度になってるかなと思います。はい。ということで、このね、育成ライトの熱で、これ、いけるとこまでね、行こうと私、今、ちょっと決断というか、思っておりまして、いやー、これ、もう真冬になったらどうなるかってちょっとわからないところはあるんですけど、今のところね、いや、結構この育成ライトの熱で、室温っていうのがかなりもう30度ぐらいまで上がっておりますので、いや、これ結構いけるんちゃうかなと、はい、自分の中では今思っております。いや、これ20畳のね、テナント部屋だと絶対無理でした。はい、もうあれエアコンつけないともう全然部屋温まらなかったんで、いや、あれはね、全然無理だったんですが、これ、ね、4.5畳の言います部屋、ですので、いやー、こんなね、狭い部屋っていうのがね、こういうところにメリットがあるっていうのに今改めて気づかされました。ちょっと家族からはね、この4.5畳っていうのはもともと子供部屋のために作った部屋なので、子供とかね、妻からですね、もうだいぶ白い目で、いやー、あれ子供部屋で作ってんのにな、みたいなことをね、聞こえるように言ってくるんですよ。もう無視ですよ。無視しながらですけど、でもやっぱりね、この電気代っていうのは結構、家族からの、反対の、ね、理由の一つにどうしてもなってくると思いますので、ちょっとこれはね、この冬、私これで乗り切ろうかなと、いけるとこまで行ってやろうと思ってます。ただ、もう20度で、室温20度大きく下回ったりだとか、最高気温もね、20、そうですね、5度とか下回ってくると、結構厳しいかなと思ってますので、その頃までは、いや、ちょっと続けたいと思ってます。
はい。で、これデメリットになるんですけど、結露です。はい。これね、結露が結構ね、発生します。で、これはですね、エアコンで暖房を入れてた時よりも、今の方がね、だいぶ結露してるなっていうのは感じます。で、これはですね、温度が上がってる時じゃなくて、朝方ですよね。朝方にこの窓枠のところに水滴っていうのが、結構ね、ついてるんですよ。で、窓枠やったらね、もうこれはいいかなっていうふうに思うんですけど、この壁のね、中とかに結露発生してたらもうこれはね、結構嫌というか、いやーもうちょっと大きい声で言えないです。これね、もう動画を家族が見ないっていうことを、いや本当に願っておりますが、いやー壁の中にね、結露とか発生してたら結構ね、やばいでしょう。いやーもうそうなったらちょっと本当にいよいよまずいので、いやーまあちょっとその辺はね、バレないことを願っておりますが、やっぱりね、こう、アクアリウムやってると、どうしても湿度が高くなってくるので、まあ暖房とかだとね、それをね、ちょっと取り除くこともできるんですよ。で、それができない状態なので、まあ毎朝なんとかね、換気をして、ごまかしている状態なんですが、ちょっとこの辺はね、気になる大きなデメリットかなと思います。はい、それでもこの電気代、おそらくこのアクアリウムと植物、このね、私の趣味の部屋で、だいたいね、電気代が、5000円ぐらいなんですよ。はい、ライトとか、このフィルターとかね、入れて、すべてこの趣味の電気代っていうのが、だいたい5000円とか、まあ、5、6000円ぐらいですかね。で、そこからエアコン入れてくると、多分ね、プラス1万とかかかってくるので、いや、まあ、なんとかそれをね、避けたいっていうのが、今、この冬の、はい、私のちょっと狙いというか、目標になっております。まあなんかね、こうすることで、こう、ライトをね、たくさんつけるっていうことに対する罪悪感もね、今自分の中でちょっと薄れてるんで、まあこれはね、一ついいっていうか、まあメリットになってくるかなと思います。いや、ライトつければつけるほど、この温度上がるんで、いや、なんか温度上げるためにもライトつけてるっていうのはね、なんかこう自分の中で言い訳も、はい、ライトをさらに買う、言い訳にもなってるかなと思いますので、はい、私も本当にね、なんかしらけどライト好きなので、この育成ライトなんとなくこう集めてしまうっていうね、まあところありまして、はい、そこの言い訳にも使えるかなと、はい、なんとなく思っております。はい、ということで今回はこのアクアリウムにかかる電気代、冬の電気代をなんとか減らしたいということで、植物育成ライトの熱を利用して室温を上げると、はい、そういうお話になります。ちょっとこれがね、どこまでできるかっていうのはちょっとわからないところはあるんですが、なんとかできる限りこれをね、継続して試したいと思っておりますし、これがね、どうなったかっていうのはまたね、皆さんにご報告したいと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。